さあ最終コーナー回り最終直線、シュバルグランが仕掛けた。届くか届くか。くそ。帰ろう。僕ですか。心配。すみません。大丈夫です。僕は大丈夫なので。では。やっちゃった。昨日のあの逃げ方、やっぱりないよな。ただ気にかけてくれてただけなのに。っていうか、見知らぬトレーナーさんを心配させちゃうほど今の僕、余裕なく見えるんだ。シュバチいた。相変わらずマイペースなんだから。今夜はホームパーティーってママが言ってたじゃない。みんな待ってるよ。シュバチも早く制服に着替えてさ、3人でお披露目しようよ。別に僕がいなくたって2人さえいれば十分だよ。そんなことないもん。シュバチが来なきゃみんながっかりだよ。学園での話とかも聞きたいって言ってたし。学園での話ってことは、レースの話とか夢とか聞かれたりするのかな。僕はいい。行かない。なんで？行きたくないから。やだ。シュバチもいなきゃやだ。お姉ちゃんからも説得してよ。ま、そういう日もあるわよね。みんなには適当に言っとくわ。さあ、ビブロス行きましょう。ごちそうがなくなっちゃう。もう、わかったよ。ごめん。きっと2人みたいに明るい顔で学校の話なんかできない。夢の話なんか聞かれたりしたら何も言えなくなる。僕も彼女のようになりたい。何があってもくじけず、自ら喝采を奪い取れるような、彼女のような偉大な馬娘に。昔は胸を張って話せた。でも今はほんとダメだな、僕。早く帰らなきゃ。帰りたくないな。僕には姉と妹がいる。姉はビルシーナ、妹はビブロス。母さんに似て明るくて華やかで社交的な性格。
そんな2人、僕とは正反対なそんな2人。まあまあ、ベルシーナにビブロス、2人とも華やかにドレスアップしちゃってかわいいわね。ありがとうございます。ママに買ってもらったんです。この後2人でダンスも踊るので楽しみにしていてくださいね。シュバルもやればよかったのに、本当にいいの？いい。僕はそういうの苦手だから。華やかな2人と地味な僕。よーし、今日はもう一本走ってきます。私も。待ってよお姉ちゃん。今日も元気だな。周りの子もつられて明るくなって、まさにムードメーカーだ。真ん中にいる2人と端っこにいる僕と2人は根本的に違う。僕にはあんまり魅力がない。それはずっと当たり前のことで、変わらないことで。レースって楽しいな。こんなに楽しいものがあったなんて知らなかった。僕ももっと強くなりたい。しかし、あそこの姉妹には才能があるな。ビルシーナはまさに将来有望。ビブロスも光るものを感じるよ。そっか。そっか。レースもやめておこうかな。そんな時に偶然有馬記念を見たんだ。一番人気はきらびやかな三冠馬娘。姉さんとビブロスは彼女のファンで、テレビに張り付いて応援していた。でも勝ったのは三冠馬娘のまばゆい光に隠されていたある馬娘だった。喝采の中、天に向かって吠える彼女は美しかった。僕は自分がテレビに釘付けになっていたことに気づいた。熱い何かがこみ上げてきて、胸の奥がどうしようもなく震えて、部屋を飛び出してがむしゃらに走った。そして僕も彼女のようになりたい。何があってもくじけず、自ら喝采を奪い取れるような、彼女のような偉大な馬娘に。それから一年発起してトレセン学園に入学。ここから始まるんだなんて意気込んだ。でもすぐに現実が見えたんだっけ。一度も勝てていない。模擬レースでも授業でも一度も。みんな当たり前に強いんだ。努力家ばかりでレースを一番愛していて、何より前向きに夢を追ってる。迷うことなんか知らないみたいに。中でもあの子は。はい、北さんブラックです。目標は東海帝王さんみたいな強くてピッカピカな馬娘になること。まずは連勝して全勝してクラシック3冠取りに行きます。よろしくお願いします。ずっと前しか見てない。どうして僕はああなれないんだろう。どうしていつも端っこで背中を丸めてしまうんだろう。いや、だからど
どうしてって思うからダメなんだよ。僕だってってなればいいのに、うだうだグズグズして。もういつもこうだ。誰かとばかり比べて自信ばかりなくして、ただ前を向いて歩けばいいのに、そんなこともできなくて、こんな弱虫な僕が偉大な馬娘になんかなれるわけない。その聞こえて。それはなんでもないです。変なこと言ってすみません。でもどうしてあなたがこんな。才能なんて。僕はそもそもいろいろ足りてないんです。ここに入れたのも偶然ですし、だから。いや、そんな。でも僕。ありがとうございます。あなたが僕を？でもそれでも強くなれなかったら、ただただ僕のせいでこの人の時間を無駄にしてしまったら。違う、そうじゃないだろう。ただ前を向いて歩ければって思ったばかりじゃないか。チャンスだけを見ろ。強くなりたいなら、まだ走りたいんなら、お願いします。まずはフォームの改善。僕に向いている走法に合わせた走り方を体に染み込ませる。まだまだ。そして下半身の強化。最終直線で少しでも有利に勝負できるように瞬発力をもっとつけて。僕の強みって言ってくれたスタミナはもっともっと伸ばしていく。はい。
どうでしょうか。すごい、こんなに短い期間で。あなたがトレーニングをつけてくれたからです。本当にありがとうございます。姿勢ですか？これが今の僕の得意なことと不得意なこと。そっか、なるほど。すみません。教えてもらったストレッチについて少し質問が。1、2、3、4、2、2、3、4。よし、まずは体を温めるところから。買いかぶりすぎです。僕はただ自信がなくて心配性で怖がりなだけで。だから専門家のあなたの言葉は何でも信じてしまうし、小さなこともいちいち確認しちゃうし、自主トレも不安だからで。それは。すみません。頭が熱い。走り方だけじゃなくて中身まで褒めてくれた。何よりあの目の中には僕がいた。変な感じだ、すごく。授業で習ったことをよく思い出して各自全力で走ること。ではまずは A チームからゲートインしてください。授業でもレースはやっぱり緊張する。またギリギリ勝てなかったらどうしよう。あれ、トレーナーさん？そうだ、今の僕には何もないわけじゃない。トレーナーさんと積み重ねてきたものがあるんだ。無駄にするな、気合い入れろ。頑張れ。スタートダッシュはうまくいった。このまま北さんの背中を追いながら位置をキープ。最後の直線でじりじり詰めてラストで差し切る。僕だって僕が嫌いだ。弱くて陰気で、その上結果も出せなくて、全然自分のことが信じられないけど、あの目の真ん中には僕がいた。だったら北さんブラックです。目標は東海帝王さんみたいな強くてピッカピカな馬娘になること。信じたい。僕のことを。僕だって夢を。
ている。到着か。逃げきれなかった。でも楽しかったな。シュバルちゃんってすごいんだね。ゾクゾクしてキラキラしてクワーってしてたね。え、シュバルちゃんの夢って何？僕の夢？うん、それはごめん、待って。一日だけ。あなたが僕に足りてないものをくれたんだ。自分じゃどうしても埋められなかったものを。勇気を出せ、シュバルグラン。少しだけいいでしょうか。僕は本当に大した馬娘じゃないです。地味だし陰気だしすぐ太るし全然キラキラしてないし、でもそれでもどうしても目指したい姿があるんです。僕は世界で一番偉大な馬娘になりたい。あなたがいればそこへ行ける気がするんです。だから一緒に来てください。いや、来てくださいっていうのはもちろん嫌じゃなければってことなんですけど。ありがとうございます。僕精一杯頑張ります。よし、ラスト1本、最後まで気合い入れる。こんな弱虫な僕が偉大な馬娘になんかなれるわけない。僕はそもそもいろいろ足りてないんです。ここに入れたのも偶然ですし、だから悪くないね。明日からは少し新しいメニューを組んでみようと思うんだけど。待ってください。その前に少し相談があるんです。状況に応じての対応力が欠けている気がして、つまりトレーナーさん、何かありましたか？もしかして僕の走りおかしかったですか？メニュー通りにできてなかったとか。せっかく教えてもらっているのにすみません。もっと頑張りますので。違わないです。僕なんて
まだまだできないことも多いし、気になるところがあって当然だし、だからそうですか。トレーナーさんは最初の頃を思い出していただけって言ってたけど、本当は気になることがあったんじゃないかな。そうじゃなきゃそもそも思い出したりしないよね。それにあの時トレーニングしていた馬娘のこと、トレーナーさん見てた。あの馬娘、他のみんなみたいに自分の担当トレーナーとすごくしっかりやりとりしていたけど、まさか前向きでやる気にあふれていて、自分の意見をまっすぐに伝えられる馬娘を見て、いつまでも変わらない僕を情けないと思ったんじゃ。トレーナーさんは僕みたいな馬娘でもいいところを見つけてくれるような人で、あなたがいればって選んだ僕を受け入れてくれた。明らかに僕みたいな馬娘にはもったいない人なのに、もしかしていつまでもうじうじと変わらない僕に呆れちゃったとか。いや、そんな。でもトレーナーさん優しいからいろいろと我慢してるのかも。どうしよう、どうしたら。混乱してきた。とにかくこれ以上呆れられないように努力しなくちゃ。トレーナーさんは僕のチャンスで希望なんだから。あれからいろいろと考えてみたけど、具体的にどう努力すればいいんだろう。今までだって自分を変えようって努力はしてきたつもりだけど、何も変えられなかった。よーし、今日はもう一本走ってきます。私も。待ってよ、お姉ちゃん。あの二人みたいになんてできるわけないけど、それでもトレーナーさんは僕のこと褒めてくれた。僕のいいところをたくさん言ってくれたんだから、何かしなきゃ。僕にできること何があるだろう。前に見た馬娘みたいにトレーナーさんに意見をぶつけてみるとか。でも不満なんて何もないし、いっそトレーナーさんのためのメニューを考えてみたり、トレーニングじゃなくても、例えばトレーナーさん、朝昼晩のメニュー考えてきました。もちろん僕が作るので心配はいらないです。ええ、もちろん。このくらい任せてください。いや、これはないよね。変なこと考えちゃったな。少し気分を変えて。あ、シュバル、偶然。あ、うん、偶然。いや、実はね、今カフェ行ってきたとこなんだけどさ。
トレーナーさん、どうも。ここにいるって聞いて、それであれ、この本。トレーナーさん、今日は休日なのにトレーニングの勉強をしているんですか？っていうか、それ僕の新しいトレーニングメニューですか？いやー、実はね、今カフェ行ってきたとこなんだけどさ、ビルシーナとビブロスがあんたのトレーナーと楽しそうに話してたよ。もしかしたら逆スカウト？あの二人もシュバルのトレーナーさん狙いだったりなんて冗談！ただ挨拶してただけって。シュバル？シュバル？何を話していたんだろう。そんなこと関係ない。ただキラキラ眩しい二人の近くにいたら、それだけで僕なんて、僕のことなんて。トレーナーさんは僕とは違う向こう側の人だ。なのに僕のせいで休日まで使わせちゃって。トレーナーさん、休日くらい休んでください。お疲れですよね。はい。僕のせいで苦労しているはずなのに、楽しいだなんて。胸のあたりがムズムズする。僕どうしちゃったんだろう。今日で合宿も終わり、僕ちゃんと学べたかな。成長できたのかな。トレーナーさんはいつも褒めてくれるけど、褒められて嬉しいだけじゃなくて、その言葉に胸を張れるようになりたい。一体どうすれば。ねえねえ、今日お祭りあるって掲示板に貼ってあったんだけど。絶対に行かなきゃじゃん。トレーニング頑張ったご褒美にトレーナーおごってくれないかな。これだ。自分を変えるための一歩、スタートラインに立つための勇気。僕から。いえ、別にはい、こちらこそありがとうございます。ちゃんと誘えたけど、どうしよう。僕ちゃんと楽しませてあげられるのかな。
僕だって祭りの楽しみ方くらい知ってる。周りの子たちみたいに今日は騒いで楽しむんだ。トレーナーさん、一緒に遊びましょう。ほら、あそこの屋台なら空いてますから。すみませんトレーナーさん、僕夢中になっちゃって、こんなんじゃつまらない。次はもっと盛り上がるものにしましょう。ドキドキしてワクワクするような。トレーナーさんの欲しいものを教えてください。僕頑張って狙ってみますから。わかりました。少し手前にあるから奥の紐は違うよね。それとこっちも上に出ている長さ的に。それからこれは他より突っ張っているような気がするし、こっちのはお嬢ちゃん、こういうのは勢いでバッと引かなきゃよ。後ろも並び始めてっからそろそろ頼むわ。すみません。じゃあこれで。おかしい、当てられなかった。どうして僕はこうなんだろう。全然かっこつかないや。勇気を出したところでこれじゃトレーナーさんもがっかりしたかな。したよね。やっぱりあの二人のようには。トレーナーさん、どうしたんですか？もしかして僕に呆れるあまりに。嬉しいですか？トレーナーさんは全然キラキラしていない僕をいつも受け止めてくれる人。あちら側でも僕の隣にいてくれる。トレーナーさんはいつか後悔するかもしれないです。僕があなたを選んだこと、あなたがそれを受け入れたこと。キラキラした馬娘は大勢いて、みんな僕よりもずっと眩しいから。分かってるんです。分かってるけど、でも僕には。トレーナーさん、僕はうつむくばかりの自分を好きにはなれない。なのにトレーナーさんの目に映る僕はキラキラとした何かみたいだ。
それならせめてトレーナーさんが信じてくれている僕のことは信じてあげられるようになりたい。はい、トレーナーさん、僕たくさん頑張ります。それでいつか聞いてみたいな。あなたの目に僕はどんな風に映っているんですかって。